それでは始めていきましょう。一斉のせ、こんにちは、ひまひまです。今日の今の時間2時6分、夜の今日深夜にね動画を撮ってるんですけど、そんなことは置いといて、大学生になったひまに質問コーナーやっていきたいと思います。はい、いろんな方からですね、ストーリーで質問を募集しましたので、ひまの大学生活についての質問をたくさんお答えできたらなと思います。こういう感じで質問しました。それでは早速やっていきましょう。レッツゴー。はい、じゃあ早速ね、こんな深夜に答えていきたいと思います。それでは行きましょうかね。ランダムに選んでいきます。じゃあ今回は何学部かも発表したいと思います。言っていいのかな、これって。いいよね、別に言っても。何学部かももちろん発表したいと思います。まずは大学と高校どっちが楽しい？うわー、難しいな。正直どっちも楽しいんですけど違う楽しさがやっぱりあります。やっぱり高校は芸能コースに行ってたっていうのもあって、途中から芸能やってる子たちと一緒にずっといたから、なんかすごく話が合うっていうか、お仕事の相談もできるからすごい良かったし、逆に言うと今はなんかいろんなことをやってる子、芸能問わずいろんなことを目指してたりとかしてる子が多いから、すごい刺激も多くて、なんか違う楽しさがめちゃくちゃあるなって思います。でも高校大学問わず男女ともに仲いいと思います。まあ本当に仲いい男の子友達とかは高校の方が多いかなとは思います。好きな人できた？とかね、いっぱいいますけど、せーの。好きな人はできません。別に作ろうともしてないですしはい。これめちゃくちゃ多いね。大学生になって一番変わったことは何ですか？でも私は本当に芸能コースじゃないこと全然参考にならないと思うけどが一番本当に大きくて、芸能やってないことともお友達になるっていうのはすごい不思議な感覚に勝手になってて、ずっとこう芸能の世界にいた感じがしてたから、芸能コースにいる時って。でも改めてこう芸能活動をやってないお友達になるとすごく新鮮で、なんか本当に新しい発見がたくさんあって、世界がすっごい大学に入って広がった感じが正直します。だから大学行ってよかったなって思うことも結構たくさんあるね、最近。あと面白かったのは、超無敵クラスで高校にすごいロケ行ってたんだけど、いろんな高校行くわけよ。その中の一つの高校に行ってた子がいて、で偶然その授業で隣の席になった女の子がいてね、実は私の高校にひまちゃんが中学生の時にロケに来てみたいな。みたいな。でめっちゃ覚えてて、その高校の意外とロケ先のことを覚えてるのね。でしかもその子、話しかけてくれた、大学で話しかけてくれた子にインタビューしたことも今思い出して、みたいな。あの時ロケでインタビューさせてもらった子が今同じ大学で隣の席にいるんだけどみたいな。すごい不思議な感覚でした。でもそういうこともあるので楽しいですね。出会いが広がった感じがすごいする。次。空きコマは何してる？大体課題もあるはあるけど、今すごい家でやったりとかしちゃうから、帰りカフェ行ったりとか。空きコマは大体友達とお菓子パーティーしてます、食堂で食堂でランチ食べて、その後にコンビニとかでいろいろ買ってお菓子パーティー、アイス食べたり恋話したりとかしてます。だからひまひま食堂いるらしいっていう噂がめっちゃ流れてるらしくて、めっちゃ恥ずかしいです。しかもこの動画多分大学の方めちゃくちゃ見てるから恥ずかしいですね。ひまひまどこにいるかいつも探してますみたいな DM とかめちゃくちゃいただくんですけどいや、どこにでもいますので多分4年間の中で絶対同じ大学の方はすれ違うことめちゃくちゃ多いと思います。次、かわいい。寄り道しちゃうお店はどこですか？いや、ほんと大学生になってから寄り道ができるからもう超楽しくて、よく寄り道しちゃうんですけど、スタバかサイゼはよく行くね。あとゴンチャが一番いいわ。空きコマにゴンチャ買ってきてもらってゴンチャも飲むとこもあったし、他
ガストも行ったな、一回。ファミレス系はやっぱめっちゃ行くかな。最近だって池袋の東部でやってたそのチョコミントフェスに行ったし結構放課後有効活用してます。これも多いね。イケメンな人はいましたか？正直いましたいやさすがにね、さすがに何人も大学っているからめちゃくちゃかっこいい方とかなんかオーラがある方とかすごい背が高くてスタイリッシュな方とかめっちゃいっぱいいらっしゃるんだよ。なんか私高校がその専攻した芸能コースがすごい小規模で20人ぐらいしかいなくて、その20人の中で男子が10人が半分ぐらいだったのね。だからそのひまが高校時代に話した男子ってほんと10人だけなんですよほとんどね。まあその中でも特に仲いいって子とかはいるけどさ、10人なんだよ。その10人男子みんなかっこよかったけど規模が違うじゃないですか、大学って。だからなんかもうこんなこともいるんだみたいな。そう、まあ、男女問わず、これに関しては男女問わずなんだけど、まあ、すごい規模が広がったなって思います。それこそ男女問わずね。でもこの子かわいいって、スタイルよって思う女性の方もいれば、この方めっちゃかっこいいって思う男性の方はもちろんいっぱいいるし、ほんと世界が広がった感じがする。次、サークル入りましたか？これに関しては入ってないでーす。ちょっとほんと入る時間がなくて、正直ほんと大学と撮影の両立だけで結構厳しい場面もあって、サークル入っちゃうとちょっと大変なので入る気はないですね。授業メモはノート、パソコン、タブレット、どれがおすすめ？私はもうずっとパソコンしか使ってないかなと思います。しかもなんかWindows が一番使いやすいって言われてて、でも今 Mac があって Mac 使うことが多いんですけど、たまにソース違う時もあるけど使えるな、すごい使いやすいです。まあもちろんですけど。次、はい、来ました。モテますかっていう話なんですけど面白い。モテますかってモテないですはい、男子に全く声かけられないし、でもなんかお友達になった子がの友達かなの方が今まで見た中で一番可愛い、人類の中で一番今まで見た中で可愛いですね言ってくださって、いやめっちゃありがとうございますって思いましたねそういうのはすごい嬉しいです。はい、次、大学で歩くと声かけられたりする？ひまちゃんですかって。いやもう本当に信じられないぐらい声かけていただいてて、特に女の子かな、男の子はもう本当に声かけられないんですけど、女の子はもう初日からすっごい勢いで声かけてくださって、すごいってぐらい声かけてくださいましたね。で今でも結構みたいな感じでめっちゃ見ていただくことも多いんですけど、そういうのすぐわかるかな。何学部ですかっていうことなんですけど、発表したいと思います。何学部って発表してもいいもんなの？やめとく？これはパパ判断に任せますって一応言っとこう。せーの、経営学部でーす。いや他受けてたところは正直経営あんまなくて、経営学部っていうよりはもうちょっとメディアとかそっち系をめっちゃ受けてたんですけど、行くことになったところが経営だったっていう。でも興味があって経営を選んで受けてたので、経営学部です。一人暮らしとかする予定ないの？いやないですね、今のところ。今のところは都内にもうお家があって、都内から通うことがすごい楽というか、あとテレビ局とかも行きやすい行きにくいがあると思うので、今のところは今がすごいベストな気がしていて、今のところは引っ越す予定はないです。ただ大学卒業したらかな、また一人暮らしとか考えています。高校生に戻りたいって思ったことある？本当にありますね。ある時はあるけど、そこまで高校戻りたいとは思わない。
なんか制服着てるのとか、それこそ久々にクラスのみんなに会いたいとか、ほんと男女問わず仲良かったんで全員ありますけど、正直今大学結構楽しくて、なんかすごい楽しくていつも笑ってるから、大学のまんまでもいいかもなって思ったりもするかな。最初しんどかったけど今は全然。はい、朝何時に起きてるんですか？ほんと聞いてほしい。これ1限の日は朝6時、2限からの日は朝7時です。早いよね。もう高校より全然早くてびっくりだよ。必修がちょっと多すぎて、もう授業組み込まれてるから3限から入れるとか無理なんで、選択授業があんま入れられないです。はい、お洋服選びどうしてますか？私はトップスをいっぱい買ってますね、最近は。なんかもうデニムとか下はあんまり買えない上だけ買えるみたいな感じで最近お洋服選びしてるかな。下、あとスウェットでもいいし全然。だから3パターンぐらい下を持っておいて上だけ買うとかにしたらいいかもねって思います。でも結構大学の服選び好きで、ひまは大学の決め手になったことはなんだろう。ひまが選んだ学部の理念っていうかキャッチコピーみたいなキャッチコピーがあって、それにすごい惹かれたんですよ。自分の将来やりたいこととか、もともとその大学に行きたい理由って正直自分の見える世界を広げたかったりだとか、関わる人を増やすことでより自分のなんか人生が豊かになるんじゃないかとか、そういう理由で大学に行きたいって思ったんだけど、でその中でさらに自分の将来なりたい像があるんだけど、だから大学で行くことで得られる学びってあるじゃないですか。だから大学に行かない選択肢を取った時に、自分の例えば YouTube 撮るとかって自分で実践形式で学べるけど、触れないようにしようって思ったら言葉がまとまんないちょっと眠いだから大学に行かないと学べないことってなんだろうって思って考えた感じです。自分だけでもね、もちろん学べるっちゃ学べるんだけど、でもそうじゃなくて大学で学ぶことに意味があることってなんだろうって思って選んでみました。毎日1時間とかかけて学校行くの大変じゃないんですか？大変です。だいぶ本当に1時間半、今数えたら多分1時間40分ぐらい家からドアトゥードアっていうのを1時間45分ぐらいかかってましたが、大学に結局着くまでにそうだよね。だって1時間45分ぐらいかかってるんですけど、でもあんま苦じゃないかな。意外と苦じゃないかなって思ってきました最近。はい、というわけでこれで以上です。今回は皆さんからいただいた大学生になったひまへの質問コーナーをしてみました。結構毎日ギリギリを生きていて体力が今日も限界ですが、明日も頑張りたいと思います。というわけで今大学受験の方もいらっしゃると思うんですけど、なんか受験方式とかの動画もたくさんお話できたらなって思いますし、まだ言えてないこともたくさんあるので、なんかぜひ少しでも皆さんの参考になればいいなと思って、また動画にしたいと思います。なんかリクエストあったらぜひコメントで教えてください。では次回のひまひまチャンネルもお楽しみに。バイバイ、おやすみなさい。